皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、やってみようでは、お題を実際に解決する手順をご紹介しています。今回のお題は、フォルダーからの機能を使って、フォルダー内の複数ブックにあるテーブルを、一つのテーブルに結合です。では、早速始めましょう。今回使用するサンプルを ZIP ファイルとして用意してあります。概要欄にリンクがありますので、ZIP ファイルをダウンロードしてください。ダウンロードが完了したら、ダウンロードフォルダーに、フォルダーからサムプルという ZIP ファイルがありますので、右クリックして、コンテキストメニューから、すべて展開をクリックしてください。圧縮フォルダーの展開のダイアログが表示されるので、参照ボタンをクリックしてください。参照先を選んでくださいのダイアログが表示されるので、デスクトップを選択して、フォルダーの選択ボタンをクリックします。圧縮フォルダーの展開ダイアログに戻りますので、展開ボタンをクリックします。デスクトップに、フォルダーからサムプルフォルダーが展開されます。これで、サンプルフォルダーの準備は完了です。今回のお題は、フォルダーからの機能を使って、フォルダー内の複数ブックにあるテーブルを一つのテーブルにです。準備したフォルダーからサムプルフォルダーには、3つのブックが保存されています。今回のお題では、ブックの名前は重要ではありません。クエリ作成後に変更されても、作成したクエリは正常に更新できます。対象フォルダー内の各ブックには、TBL サムプル01という名前のテーブルが保存されています。ここで大切なことは、取得するテーブルの名前が、TBL サムプル01に統一されているということです。各テーブルには、列1から列5または列6までの見出しの列があります。ブック FD02 のテーブルは、列の並びを変更してあります。これは、クエリがテーブルのデータを追加するときに、列の順番ではなく、テーブルの見出しを使って列を判別し、同じ見出しの列を追加するという機能を皆さんに見ていただくために変更しています。つまり、データは必ずテーブル化しなさいということです。今回利用するフォルダーからの機能を一番簡単に効率的に利用するポイントは、取得するデータをテーブル化してテーブルの名前を統一することです。名前を統一することで、フォルダー内のブックの増減に、メンテナンスフリーで対応できます。また、テーブル化することで、誰かが列を挿入しても、クエリは正しい列のデータを取得し続けますし、さらには、誰かがブック名を変更しても、フォルダーにブックが存在する限り、クエリは、そのブックのデータを取得可能です。それでは、早速、新規ブックを開いて、データソースに接続する、接続フェーズから作っていきましょう。フォルダーからの機能を使って、データを取得するフォルダーに接続します。データタブをクリックします。データの取得と変換グループの左端にある、データの取得をクリックします。展開されたメニューの一番上にある、ファイルからをクリックします。展開されたメニューから、フォルダーからをクリックします。コマンドメニューは、Excel の種類やバージョンにより異なります。マイクロソフト365のシェアポイントサイトのフォルダーには接続できません。シェアポイントフォルダーからを利用してください。参照ダイアログが表示されるので、
ZIP ファイルを展開して作成されたフォルダーからサムプルフォルダーを選択してください。フォルダーからサムプルを選択したら、開くボタンをクリックするのですが、今回は練習なので、サンプルフォルダーがローカル PC のデスクトップにありますが、業務では共通サーバー等のネットワーク上にデータソースを保存しなければ意味がありません。ただ、参照ダイアログのネットワークをクリックしても、ネットワークが参照できない企業もありますので、ちょっと寄り道になりますが、ネットワークを参照できない場合のネットワーク上のフォルダーを指定する方法をご紹介しましょう。企業によっては、ネットワーク検索が無効になっている場合があります。そんな時は、事前にエクスプローラー等で対象フォルダーのアドレスをコピーして、参照ダイアログのフォルダー名にペーストすれば、対象のネットワークフォルダーを指定することができます。ちなみに、エクスプローラーの数式バーのアドレスは、数式バー上で右クリック。表示されるコンテキストメニューからアドレスをテキストとしてコピーをクリックすることで、純粋なアドレスを取得できます。コピーしたアドレスは、参照ダイアログのフォルダー名にペーストしてください。頻繁に使うフォルダーなら、デスクトップにショートカットを配置して、参照ダイアログでそのショートカットをクリックして、対象フォルダーを開く方法が便利です。開くをクリックすると、フォルダーパスダイアログが表示されます。今回はデータの変換をクリックします。クリックすると、パワークエリエディターが起動します。ここまでが接続フェーズです。なお、ダイアログの結合ボタンや読み込みボタンについては、Excel Basic シリーズ EB050 データの取得と変換でご紹介しています。そちらもご覧ください。次に、起動したパワークエリエディターを使って、取得するコンテントをフィルタリングして、必要なデータソースだけに絞り込む。変換フェーズに進みましょう。今回利用するフォルダーには、取得する Excel ブック以外はありません。しかし、実務では、誰かが他のファイルを保存するかもしれません。また、誰かがブックのファイル名を変更するかもしれません。さらには、誰かがマクロを仕込むかもしれません。運用を進めると、いろいろなことが起こるのです。そんな変化のどこを許容して、どこを許容しないか。そんなことを考えながら、この画面を使って見えない対象をフィルタリングするのです。今回は練習なので同じフィルターをかけたいと思います。ブック名に関しては変更されることを前提に制限しないことにします。また、マクロを仕込まれることも許容しましょう。ただ、Excel 以外のファイルが保存されると困るので、エクステンション列で .xlsx と .xlsm に等しいという制限をかけたいと思います。では、実際にフィルターをかけてみましょう。エクステンション列のフィルターボタンをクリックしてください。チェックボックスを使ったフィルタリングもできるのですが、たぬきおやじはテキストフィルターを使って、フィルター条件を自分で指定することをお勧めします。理由は、Excel Basic シリーズ EB060 Power Query for Excel の基礎、早めにフィルタリングをご覧ください。それでは、テキストフィルターをクリックしてください。表示されるフィルター条件から、今回は指定の値に等しいをクリックします。行のフィルターダイアログが表示されます。赤枠のボタンをクリックしてください。選択リストが表示されるので、.xlsx をクリックします。
もう一つ拡張子を追加したいので、またをクリックします。フィルター条件を指定するために、赤枠ボタンをクリックします。表示される選択リストから、指定の値に等しいを選択してください。マクロ付きブックも対象にするために、赤枠に .xlsm と入力します。これで、ブックとマクロ付きブックが対象となりましたので、OK ボタンをクリックしてフィルタリングを実行します。以上の操作で、フィルターされた行のステップが追加されます。現在のサンプルには、ブック以外のファイルがないので、プレビュー画面には変化はありません。ネットワーク上の Excel ブックを開くと、同じフォルダーに、チルダドルで始まるファイルが作成されます。このファイルは隠し属性ファイルなので、デフォルトのエクスプローラーには表示されませんが、フォルダーからのコンテントには含まれます。しかし、このファイル、Excel ブックではないので、パワークエリーで取得可能なデータソースではありません。そうなんです。エラーが発生していないクエリでも、集約対象ブックを開いているときに、クエリを更新すると、このファイルが存在するので、クエリでエラーが発生するんです。チルダドルで始まるファイルの正体は、ブックを開いた人の情報等が保存される一時ファイルです。ブックを開くと作成され、ブックを閉じると削除されます。ただし、ブックを開いたまま、PC を別のアクセスポイントに移動したり、PC を強制終了すると、削除されずに残ってしまう場合があります。削除されないと、次に他の人がブックを開いても、ユーザー情報が書き換わらないため、他の人が開いているときに、さらに他のユーザーが開くと、開いているユーザーではなく、削除されなかった時のユーザーが開いていると表示されます。そんな場合は、チルダドルファイルを手動で削除することで解決できます。それでは、実際にチルダドルファイルをフィルタリングしてみましょう。今回は、ネーム列のフィルターボタンをクリックして、テキストフィルターをクリック。次の値で始まらないをクリックします。行のフィルターダイアログの値に半角チルダを入力して OK をクリックします。この方法以外にも、テキストフィルターで指定の値で始まるを使って、値に FD を指定しても、チルダドルファイルを対象から外すことは可能ですが、今回は、ブック名が変更されることを許容しているので、選択ではなく、除外を使ってフィルタリングを行っています。今回使っている記号は、半角のチルダです。全角のからではありません。ご注意ください。次に、ファイル結合コマンドを使って、テーブルを結合する変換ステップを追加しましょう。ファイル結合コマンドの流儀。フォルダーからでデータソースに接続すると、プレビューウィンドウには、フォルダー内のコンテント列とそのプロパティ情報が複数列にわたって表示されます。この後のファイルの結合には、コンテント列以外の列は不要なのですが、ファイルの結合コマンドを実行すると、ネーム列だけは残す仕様になっています。気持ちはわかるのですが、正しく漏れなくデータテーブルを作成している場合には、大きなお世話でもあります。そんな時は、ファイル結合コマンドを実行する前に、その他の列の削除コマンドを使って、コンテント列以外の列を削除することをお勧めします。後ほどやってみましょう。また、データソースのテーブルの構成によっては、削除されるプロパティ情報の列を使いたい場合もあります。そんな時は、ファイルの結合コマンドを実行した後に、
ステップのギアボタンから、削除する列を変更することができます。その方法も後ほどご紹介しましょう。ソース .name 列は、ファイルの結合コマンド実行後にステップを編集して削除することもできますが、2ステップの修正が必要なので、事前に削除する方が簡単です。それでは、他の列の削除コマンドを使って、コンテント列以外の列を削除してみましょう。コンテント列を選択して、見出し部分にマウスカーソルを合わせたまま、位置をずらさずにマウスを右クリックしてください。ここでのポイントは、見出しの上で右クリックすることです。セルの上で右クリックしても、目的のコンテキストメニューは表示されません。表示されるコンテキストメニューから、他の列の削除をクリックしてください。コンテント列以外の列が削除されました。不要な列を削除するなら、不要な列を選択して、列の削除コマンドを実行して削除することも可能です。しかし、ここでは、他の列の削除コマンドを使って、不要列を削除してください。それはなぜか？プロパティ情報の列が今後変化しないという確証がないからです。今後、列数や見出しが変化しないのであれば、どちらの方法を使っても問題はありません。しかし、変化するかもしれない場合には、選択した列以外という、あえて削除する列を指定しない方がいいのです。コンテント列以外の削除の方法は分かったと思いますので、今作成した削除された他の列のステップは、この後の処理の都合上削除したいと思います。適用したステップに表示されている削除された他の列のステップをクリックして、先頭の×部分をマウスでホバーしてみてください。×が赤く変わると思います。そのままクリックしてください。削除された他の列のステップが削除されて、一つ前の状態に戻りました。それでは、ファイルの結合コマンドを使ってみましょう。ファイルの結合コマンドは、コンテント列の下向き矢印が2本並んだボタンをクリックするか、ホームタブの結合グループにあるファイルの結合コマンドをクリックして実行します。ファイルの結合コマンドを実行すると、ファイルの結合ダイアログが表示されます。サンプルファイルとして、デフォルトで最初のファイルが指定されています。通常は、同じスキーマを持つテーブルを結合することが基本なので、サンプルファイルは、どのファイルでも同じです。ですから、デフォルトでは、最初のファイルになっています。その下に、アイコンが2つ並んでいると思います。上部に、青い帯が入ったアイコンがテーブルです。帯のないアイコンがシートです。フォルダーからの機能では、テーブルだけでなく、シートのデータを取得することも可能です。しかし、繰り返される業務では、データソースをテーブル化することから始めるべきです。しょうもないデータを一時的に取得する場合になら、シートから取得しても良いですが、継続し、繰り返される業務では、シートから取得しないでください。というわけで、今回は TBL サムプル01のテーブルをクリックしてください。すると、画面右側に TBL サムプル01のプレビューが表示されます。同じスキーマを持つテーブルを結合する場合なら、このまま OK をクリックして、ファイルの結合を進めるのですが、今回は、勉強のために、テーブルの名前は揃えていますが、列数や列の並びを揃えてありません。次のワンポイントで、サンプルファイルを切り替えた場合の、ファイルの結合の違いについてご紹介しましょう。サンプルファイルは、基準にするファイルです。ですから、サンプルファイルにないテーブル列は、取得されません。
また、サンプルファイルの列の並びを使ってデータは結合されます。さらに、クエリ作成後もサンプルファイルに追加された列は、データ結合の対象になりますが、サンプルファイル以外だけに追加した列は、結合対象にはなりません。今回の場合、サンプルファイルを切り替えて、TBL サムプル01をクリックしてプレビューを表示すると、テーブルの構成が違うことが確認できると思います。今回は FD03 のブックが一番列数が多いので、このブックをサンプルファイルに設定しないと、このブックの列6は結合対象に含まれなくなるというわけです。このようにサンプルブックを指定して取得することも可能ですが、基本はあくまで同じスキーマを持つテーブルを準備することです。そこを肝に銘じてくださいね。それでは、ファイルの結合手順に戻りますね。サンプルファイルの下向き三角ボタンをクリックして、表示されるリストから fd03.xlsx をクリックしてください。今回は勉強用にテーブルを揃えてないので特別です。サンプルファイルが fd03 になるので、テーブルアイコンの TBL サムプル01をクリックします。TBL サムプル01のプレビューが表示されます。選択に間違いがなければ、OK ボタンをクリックして、ファイルの結合を実行します。OK ボタンを押すと、パワークエリーのパワーが炸裂し、クエリペインには、サンプルファイルの変換クエリをはじめ、ファイル変換をサポートするためのヘルパークエリが3つほど作成されているのが確認できます。また、クエリの設定ペインの適用したステップには、複数のステップが追加されているのが確認できると思います。ヘルパークエリ関係については、別の機会に詳細をご紹介したいと思いますので、ここでは、ファイルの結合コマンドを実行すると、青枠部分のヘルパークエリ群が作成されると覚えてください。ちなみに、複数ブックのテーブルを結合するには、今紹介したファイルの結合コマンドで行う以外の方法もあります。その方法では、ヘルパークエリは作成されないのです。後ほどご紹介しましょう。適用したステップも、一度にたくさんのステップが追加されましたね。ヘルパークエリと関係があるので、詳細の説明は避けますが、削除された他の列1のステップについては、知っておいた方が良いと思うので、次のワンポイントでご紹介しましょう。画面は、ファイルの結合コマンドを実行した結果の画面です。プレビューウィンドウの先頭に、ソース、ネームという列がありますね。これは、データソースのテーブルに存在する列ではありません。コンテントのプロパティ情報のネーム列がこのように残されているんです。そのプロパティ情報の列を消しているステップが削除された他の列1なんです。このステップは、ステップの右側にギアボタンが表示されているので、ダイアログを開いて編集が可能です。ギアボタンをクリックして、編集ダイアログを開いてみましょう。ギアボタンをクリックすると、列の選択ダイアログが表示されます。ネーム以外のプロパティ情報のチェックが外され、列が削除されるように設定されているのが確認できます。ここで、例えば、フォルダーパスの情報をこの後使いたいと思ったら、フォルダーパスにチェックを入れれば、列として残るので、この後利用することが可能になります。それでは、作成したクエリを、接続専用クエリとして、ブックに保存してみましょう。新規クエリは、フロッピーアイコンをクリックして保存すると、規定では、新規シートにテーブルとして保存されます。しかし、クエリの結果をテーブルとして利用する機会は非常に少ないです。クエリは、基本、次の手順で、
接続専用クエリとして保存しましょう。手順が面倒な方は、フロッピーアイコンの規定値を変更することも可能です。それでは手順です。最初に、ホームタブをクリックしてください。次に、左端のフロッピーアイコンの下の、閉じて読み込むの文字の部分をクリックします。次に、表示されるメニューから、閉じて、次に読み込むをクリックします。すると、データのインポートダイアログが、規定値の状態で表示されます。上段の選択肢から、接続の作成のみを選択してください。クエリの結果はインポートしませんので、下段の選択肢はグレーアウトされます。この状態で、OK ボタンをクリックしてください。以上の操作で、作成したクエリが、接続専用クエリとしてブックに保存されました。クエリと接続ペインのその他のクエリグループに、フォルダーからサムプルという接続専用クエリが確認できると思います。ここまで、パワークエリのパワーを最大限に活用したクエリの作成方法をご紹介しましたが、フォルダーからの変換フェーズで、ファイル結合コマンドを使わずにテーブルを結合する方法もあるんです。2つの方法の最大の違いは、ヘルパークエリが作成されないということなんです。ヘルパークエリは便利な機能なんですが、たくさんのクエリが作成されるのがいまいちなんですよね。それでは、ここからは、そんなヘルパークエリが作られない方法をご紹介しましょう。ちなみに、先ほどご紹介した変換フェーズ2の1、他の列の削除までの手順は同じです。変換フェーズ2の2、ファイルの結合から先を読み替えてください。他の列の削除が完了した状態からのご紹介です。列の追加タブをクリックします。リボンの左端にある全般グループからカスタム列をクリックします。カスタム列コマンドは新しい列を追加するときに利用するコマンドです。カスタム列のダイアログが表示されるので、カスタム列の式の枠に表示されている、イコールの後ろをクリックして、半角の E を入力してください。E で始まる選択リストが表示されるので、Excel、ワークブックを、矢印キーを使って選択して、エンターキーやタブキーで確定するか、マウスを使ってクリックしてください。Excel.workbook の後ろに、半角の括弧を入力すると、Excel.workbook 関数の書式とヘルプが表示されます。そして、書式には、引数として、ワークブックを指定するように表示されています。引数、ワークブックには、使用できる列に表示されている、コンテントをダブルクリックして追加します。最後に半角括弧を入力して、式を完成させます。ダイアログ下部に、構文エラーが検出されませんでした。と表示されていれば、式は正しく入力されています。エラーがある場合は、式を修正してください。エラーがなければ、最後に OK をクリックして、Excel ブックの内容を返す列を追加します。カスタム列が追加されました。追加されたカスタム列の見出しの右側に、見慣れないボタンがあります。このボタンは、テーブルとして追加された列の入れ子構造を、列に展開するためのボタンです。展開ボタンをクリックしてみましょう。入れ子構造のテーブルの見出しのリストが表示されます。最初に、元の列名をプレフィクスとして使用しますのチェックを外しましょう。このチェックを入れたままだと、展開する列名が長くなってしまいます。どのテーブルの列なのかを明確にしたい場合を除いて、チェックは外した方が良いと思います。チェックを外すことで、
元の列名と、ここで展開する列名が重複した場合は、ここで展開する列名の後ろに連番が付加されます。ブックのプロパティ情報列には、不要な列もあるのですが、ここでは、あえて、すべての列を展開したいと思いますので、このまま、OK をクリックしてください。フォルダー内のブックに含まれるコンテンツと、そのプロパティ情報が表示されます。ここでは、プロパティ情報列のフィルターを使って、結合するコンテンツを絞り込みます。今回は、テーブルの名前を揃えてありますので、ネーム列でフィルターをかけたいと思います。ネーム列のフィルターボタンをクリックしてください。チェックボックスでフィルタリングも可能ですが、フィルター条件を確実に指定するために、テキストフィルターをクリックします。次に、抽出条件として、指定の値に等しいをクリックします。値の入力または選択の右横にある下向き三角をクリックして、TBL サムプル01をクリックしてください。名前が TBL サムプル01に設定できたので、OK をクリックします。ここまでのステップを言葉で表すと、指定フォルダー内の Excel ブックに含まれる TBL サムプル01という名前のテーブルを抽出ということになります。現在は3つのテーブルが表示されていますが、指定フォルダー内の TBL サムプル01という名前のテーブルを含むブックの数が変化すれば、当然、ここに表示される TBL サムプル01のテーブルの数も変化します。テーブルのデータ自体はデータ列にあります。データ列以外は、今回は不要なので削除したいと思います。データ列の赤枠部分で、右クリックしてください。コンテキストメニューが表示されるので、他の列の削除をクリックしてください。コンテキストメニューは、右クリックする位置で表示されるメニューが異なります。他の列の削除がない場合は、もう一度正しい位置で右クリックしてくださいね。データ列以外の列が削除されました。データ列の見出しの右側にある展開ボタンをクリックしてください。展開リストが表示されます。リストの下側に、リストが完全でない可能性が、と表示されていたら、さらに読み、をクリックすると再取得してくれます。次に、元の列名をプレフィクスとして使用します。にチェックが入っていないことを確認してください。今回は、テーブルのすべての列を取得するので、列の選択は行いませんが、不要な列がある場合は、チェックを外して取得しないようにしてください。OK ボタンをクリックしてテーブルを展開してください。テーブルが展開されて、テーブル内の列が表示されます。すべての列が選択されている状態だと思いますので、このまま、すべての列の型を設定したいと思います。選択している複数列の列の型を一度に設定するには、変換タブをクリックして、データ型すべてをクリックします。選択リストからテキストをクリックして、選択列の列の型をテキストに設定します。今回は、すべての列がテキストデータでしたので、一度に変換しましたが、データの型が複数ある場合は、グループごとに設定してください。グループごとに設定しても、続けて設定すれば、作成されるステップは、一つのステップになります。当然、一列ごとに複数列を設定しても、続けて操作すれば、作成されるステップは一つです。以上が、ファイル結合コマンドを使わずに、フォルダー内のテーブルを結合する手順です。
この方法を使うことで、ヘルパークエリが作成されないことが確認できたと思います。ただ、この方法で結合すると、ファイル結合コマンドのようにサンプルファイルに追加した列が、自動的に結合対象に含まれることはありません。その訳を次のワンポイントでご紹介しましょう。ホームタブをクリックして、詳細エディターをクリックして、詳細エディターを開いてください。詳細エディターに表示されるコードがクエリの正体です。上から見ると、皆さんが実行した手順が M 言語で記述されていることがなんとなくわかると思います。問題は黄色でマーキングした部分です。これはデータ列を展開したステップなのですが、展開した列の名前が直接テキストで指定されているので、データソースのテーブルに列を追加しても、その列は展開されないので、クエリの結果には表示されません。追加した列を表示したい場合は、展開されたデータのステップのギアボタンを押して、ステップを編集する必要があります。データソースのテーブルの列を削除した場合は、クエリでエラーが発生するので、やはり、ステップを修正する必要があります。どちらの場合も、次のステップの変更された方も修正が必要です。確認したら、キャンセルをクリックして、詳細エディターを閉じてください。ここまで、取得するテーブルの名前が統一されていることを前提に、手順をご紹介してきましたが、一時的にテーブルの名前が統一されていないテーブルを結合したいこともあると思います。Excel、ワークブック関数を使う方法では、途中テーブルの名前でフィルタリングしているので、違う名前のテーブルを対象に含めるのはわかりやすいと思うので省略して、ファイル結合コマンドを使う方法で、名前の違うテーブルを取得する手順をご紹介しましょう。削除された他の列までのステップは、最初にご紹介しているので省略します。コンテント列の下向き矢印が2本並んだボタンをクリックして、ファイルの結合コマンドを実行します。ファイルの結合ダイアログが表示されるので、パラメータ1をクリックします。プレビューは表示されません。そのまま OK をクリックします。タワーが働いて、ヘルパークエリが作成され、プレビューには指定フォルダー内のブックに含まれるシートとテーブルが表示されます。ここで取得したいテーブルだけにフィルタリングして、データ列を展開すれば、ファイル結合コマンドを利用したテーブルの名前を統一しないクエリの完成です。たぬき親父的には、Excel、ワークシート関数を使う方法の方がおすすめです。まとめ。フォルダーからの機能を使うと、一つのフォルダーに格納されている、同じスキーマを持つ複数のファイルを一つのテーブルに結合できます。フォルダーからを使って取得できるデータソースは、テキスト、CSV、XML のデータテーブル、Excel のワークシート、テーブル、名前付き範囲、アクセスのテーブルとクエリー、そして JSON です。データソースは複雑にしない。結合するすべてのファイルは専用フォルダーに保存します。専用フォルダーにはデータソースのファイル以外のファイルを保存してはいけません。各ファイルには一貫した列ヘッダとデータ型、同じ列数のスキーマが必要です。Excel をデータソースとして利用する場合は、同じフォームの同じ名前のテーブルを利用することを強く推奨します。名前の違うテーブルを取得することも、シートのデータを取得することもできますが、手順が複雑になったり、運用時に問題が発生しやすかったりと、いいことはありません。そもそも、
同じ名前のテーブルを取得するクエリならば、指定する抽出条件が、フォルダアドレスとテーブルの名前だけなので、運用中にテーブルを保存したブックの増減が発生しても、クエリーを修正する必要はなく、更新するだけで、最新のすべてのテーブルデータを取得できるのです。これが、フォルダーからの最大の利点と言ってもいいでしょう。ですから、同じ名前のテーブルを用意してください。いかがでしたか？たぬきおやじのエクセル勉強会のチャンネルでは、今後もシリーズやってみようを追加予定です。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、やってみよう。